皆さんこんにちは。ワンダーレビューです。本日は私自身が最近調べている e バイク、今現時点で一番欲しい e バイクを紹介したいと思います。実際欲しい e バイクといっても、このメーカーのこの機種というのはまだ決まっていません。そこで少し、型破りな紹介方法ですが、その自分自身が欲しい、こういう e バイクが欲しいというものを、商品企画のプレゼンテーション、こういう e バイクを作りましょう、こういうバイクが欲しいというのをプレゼン形式で紹介したいと思います。今回の内容はぜひ多くの人に見てもらいたいなと思っています。実際に今 e バイクを購入しようと考えている人、そしてできれば実際どっかのメーカーで e バイクの開発だとか企画に携わっている人、いろんな方に見ていただいて、いろんな感想だとかがもらえたらなと思っています。今回はですね、実写の車載した映像だとか実写の動画というのは特にないんですけども、その分内容をかなり考えて作ってきているので、プレゼン形式でご容赦ください。ぜひ最後まで見ていただき、何かしら思ったこと、感じたこと、こういう e バイクが欲しい、いやいや私はこういうのが欲しいなどコメントを残していただけると幸いです。それでは、プレゼンを始めていきます。よろしくお願いします。まず今回の e バイクのコンセプトから紹介します。コンセプトはよりスポーティー、電気ならではの楽しさがコンセプトになります。今回 e バイクの話ですが、 e バイクとともに電動自転車という言葉があります。この電動自転車と e バイクは明確に使い方を分けており、 e バイクはよりスポーティーなタイプの自転車を指す言葉になります。自動車で例えるならば、通常の電動バイクはオートマチックの乗用車タイプ、乗り心地重視の車となります。 e バイクはスポーツカーになり、それこそオートマチックよりはマニュアルカーだといったよりスポーティーな走りを求められる分類カテゴリーとなります。もう少し車を例に今回の話を例えると、車でも電気のモーターを使ったハイブリッドカー、電気自動車などが出ています。これらは電気モーターの特性を存分に理解して、それらの楽しさをユーザーに伝えることによってファンを魅了しています。今回の提案はこの電気モーターの特性を存分に利用して、よりスポーティー、電気ならではの楽しさを提供できる製品の提案となっております。それでは今回提案する製品の売上目標です。だいたい3年間累計で50億円というのを算出しております。算出根拠だとかは次より説明していきます。まずは盛り上がる自転車市場というのを見てみたいと思います。こちら出荷金額の統計情報になります。こちら出荷ですので、メーカーが出荷した台数をもとに算出された出荷金額となります。こちら見てわかる通り、やはりコロナを機に密を避けるだとかというニーズが大きくて、出荷金額が着実に伸びているというのがわかります。さらに実売ベースというデータもあって、こちら2020年度2100億円となります。急激な需要の増加によって在庫が一気にはけたというのがよくわかります。こういうことによって現時点でも自転車の在庫が不足気味になり、なかなか欲しいと思った自転車が買えない状態が続いております。そしてグローバルで見ても当然自転車は大きな市場になって、2027年度 3.7 兆円という市場規模で、こちら21年度から27年度の成長率もプラスで約 5% と非常に成長率の高い市場だということもわかります。これらからやはり自転車というのはこの新しい生活様式というので大変盛り上がっている市場だということがわかります。それではここから今回提案する製品のターゲット市場を見ていきたいと思います。ターゲット市場としてクロスバイク、ロードバイク、そして電動アシスト、マウンテンバイクというカテゴリーを考えています。これらの市場規模に関しては各種統計情報から独自試算した数値を使っています。この中でまず1つ目、ロードバイク購入希望者というのをターゲットとして考えています。そして2つ目、電動アシスト、
こちら電動アシストというのは子供が乗用できるタイプが除かれたセグメントとなり、この電動アシストのカテゴリーの人をなんとか今回の製品へ誘導したいと思っています。ここに示している括弧の中の金額はそれぞれのカテゴリーで自転車を購入する際の購入の平均額、平均価格というのを算出して参考に記載しています。より具体的なターゲット層としては、このチャンネルのテーマでもありますが、パートナーと一緒にサイクリングという層を開拓していきたいと思っています。こちらも統計情報を用いて少し紹介したいと思います。趣味は何ですかというアンケートの結果に対してその回答です。まず男性を見ると20代多くの人が自転車が趣味と答えているのが分かります。そして50代で少しへこんでまた60代で増えてくるというかなり面白い結果が出ています。一方で女性は年々減少しているという傾向が見られます。まず初めのターゲットとしてはやはり男女の開きがあるので、この女性をターゲットにパートナーが自転車が趣味という方に対してこの e バイクを用いて一緒にライドする楽しみ、一緒にライドできるというチャンスを提供し、この部分の市場を開拓したいと思っています。そして当然さらには今ロードバイクを乗っていて、少し遠くなっているだとか、さらにこういう e バイクで楽しさを付加して少しでもこの自転車が趣味ですという人を広げるという挑戦をしていけたらと思っています。それではここから具体的な e バイクの構成を見ていきたいと思います。はじめに言いますが e バイクの構成で一番重要となるのはやはり価格だと思います。これら構成の理想を述べますが、最終的には価格で調整していくべきものだと思っています。まず一つ目、ブレーキですが、こちらに関しては確実に止まれるというのがやはり一番大事になってくるので、今主流となっている油圧のディスクブレーキとなります。2つ目のタイヤ、こちら非常に乗り心地に影響してくる大事なパーツです。ここに関しては 700×32C、 できればもう 32C よりも細いタイヤが絶対必要だと思っています。そしてコンポーネントに関してはこちらの方は普通のスポーツバイクと比べて逆にあまり細かな変則などは必要ないと思っています。そこら辺は電動アシストがカバーしてくれる幅というのが結構あるので、それよりはやはり力が普段よりも電動モーターが入ってかかるので、より強度というのを重視してフロント1枚でリアに11枚なり10枚のギアがあるというのが理想だと思っています。そしてフォークは可能ならばカーボンの方がショックだとかも抑えられてやはり乗り心地は全然変わってくるのでカーボンを期待したいです。そしてシートに関しては e バイクでとても大事なパーツだと思っています。 e バイクは足から体重を逃がすのが難しいので一番体重が乗るのがサドル、お尻になると思います。この際にサスペンションシートというのがあるとかなりお尻の負担も軽減されて良いと思います。そして次にアシスト距離です。こちら e バイクを買った後に気づくことなり楽しみ方が多く出てくると思います。そういった際も安心して乗れるという購入時の安心感のためにも通常120キロ、エコモード200キロぐらいのアシスト距離はしようとしてカバーしたいです。そして次にハンドルですが、フラットとドロップハンドル選択可能とした方が良いと思います。まず女性をターゲットとしたいのでフラットハンドルのモデルが必要だと思います。さらに可能ならばやはり純正品でフラットハンドルからドロップハンドルにアップグレードできるというアップグレードパスが準備されていると購入時に安心感も大きいと思います。そしてフレームに関してはフレームの総重量20キロ以下というのが非常に大事だと思っています。実際にはフレームの重さと自分の体重、人間の体重が乗りますが、このフレームの重さが少し変わるだけで漕いだ時の感覚、自転車の挙動が大きく変わるように感じます。なのでやはりスポーツタイプを目指すならばベースラインとして20キロ以下というのを実現してほしいです。そしてこれらの最終的なターゲットの価格なんですが、やはりターゲットの価格としては30万円というのがベースになると思います。通常ロードバイクを買う人が20万円の予算ですので、このモーターだとか e バイクの楽しさという付加価値を加えて、その付加価値分が10万円ぐらい
が上限だと思うので、やはりターゲット価格30万円っていうのがこの製品がブレイクするかのキーポイント、ターゲットと思います。ここまでが通常の製品の提案資料なのですが、今回のテーマ、コンセプトを実現するために最も重要な追加の付加価値というのを今から提案します。そこに欠かせないのがデジタルとの連携になります。このデジタルと連携することによって、例えばこの電動アシスト自転車、e バイクなどは個人によってアシスト距離が大きく変わります。なのでこの個人の特性だとかを蓄積して、さらにコースだとかもルート設定して個人の特性、ルートに合わせたこのアシスト距離、残量、アシストの残量が見えるというのは非常に魅力的な機能だと思います。そしてさらにこういうオンライン、スマホとつながることによって各種地域のデータ、情報、充電スポットだとか食事をする場所だとか、そういうものとつながれるので、さらに一層地域のコミュニティだとか地場のコミュニティとつながり、この自転車の魅力も上がると思います。そしてこういうこともできるかなっていう3つ目が、モーターのアシストの味付けのパターン選択です。こちらスポーツモード、エコモードだとか車にも、たまに見るような設定ですが、このような乗る時の気分に合わせたアシストのモードを選べるというのも非常に面白い機能かなと思います。また自転車に関してはエクササイズで購入して乗るという人も多いと思うので、よりエクササイズ、負荷を高めるだとかエクササイズに適したモードだとかというのもあっても面白いと思います。そして e バイクは取っているセンサーのデータだとかも多いと思います。これらのデータはぜひ他のヘルスケアのデータなり、こういうアクティビティのデータが貯められるプラットフォームと連携できるような形にしておいた方が良いと思います。そしてさらに買って終わりではなくて、こういうデジタルと連携することによってより楽しいモードを後から実装する、制御プログラムを書き換えていく、どんどん買った後も満足度を上げるような自転車そのもののアップグレードが可能になったりだとか、あと旅先のコンテンツがどんどんアップデートされて行きたいところが増えるだとか、買った後さらに楽しみがどんどん増えるっていう場を提供するため、体験を提供するためにデジタル連携というのはかなり重要な機能だと思います。そしてこれら統合してやはりよりスポーティーを追求するために、それぞれ個人の特性だとかユーザーの各種載ったデータをやはりこの製品を出す側も把握して、ユーザーと一緒によりスポーティーにより楽しい乗り物にするためにどんどん買ったその個体が成長していく、その人に合わせて成長していくような製品が提供できればと思います。このようなデジタル連携、実は自転車を買ってからサイクルコンピューターを買ったりだとか、ナビを準備したりだとか、あとはこのパワーメーター、漕いだ時のパワーを計測するだとか、漕いでいる時のセンサーデータというのは追加で各種高額な機器を購入して自転車乗る人は収集していたりします。これらのものが自転車に含まれていると、先ほど示した30万円という価格も自転車プラスそれらの機器も含まれている価格ということで、そこまで割高感を感じずに購入へつながる価格帯となるのかなと思っています。はい、それでは今回はよりスポーティーな電気ならではの楽しさを追求できる電動自転車という製品の提案をさせていただきました。現時点でこの似たようなコンセプト、これに類似するような e バイクを見つけられていませんが、もしご存知の方がいらっしゃったらコメント欄で教えていただけると非常に嬉しいです。そして可能ならばこういう自転車を開発するだとかっていうメーカーが一社でも出てきて、このような自転車が市場をどんどん活性化してくれるととても嬉しいです。また完全に個人の意見となりますので、ピンときたアイディアだとかこの機能を作ろうといった人が出てきた際には、ぜひこれらをなんとか実装方法も含めて特許化、権利化していくことをお勧めします。それでは今回かなり趣向がいつもと違いますが、今回の動画を終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。